映画を見ただけではよくわからないという方のために、賢者の石の疑問点をこの動画1本でかなりディープに解説してみました。ストーリーの流れに沿って解説していますが、なるべくネタバレを避けるためにチャプターも入れているのでご活用ください。それでは早速いってみましょう。映画冒頭の伏線。賢者の石の映画冒頭から様々な伏線が貼られているのをご存知でしょうか？ここからは死の秘宝までのネタバレも含まれるので、ネタバレしたくない方は次のチャプターに飛んでくださいね。まず一つ目は、ダンブルドアが使用している火消しライター。このライターはダンブルドア自身が設計したもので、近くにある明かりを吸収したり、逆に明かりをつけたりすることができます。映画でも印象的なシーンですね。また、死の秘宝では、ロンがこのライターを遺産として受け継ぎ、仲違いしてしまった後も、ハリーとハーマイオニーの元に戻る道しるべとなってくれました。ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密にも登場しており、これ以外にも様々な効果があるのかもしれません。次に登場したのは、猫から変身したミネルヴァ・マクゴナガル先生。マクゴナガル先生は、アニメーガスという変身術の特殊な能力を後天的に身につけており、猫に変身することができます。アニメーガスは、魔法界でも数少ない希少な存在で、習得に失敗すると半獣のようなおぞましい姿になってしまうような危険な魔法の一つです。魔法省に登録が必要で、見届けでアニメーガスになることは禁じられています。アズカバンの囚人でシリウス・ブラックやピーター・ペティグリュー、そして生前のハリーの父ジェームズが見届けでアニメーガスになっていたことが判明します。続いてはハグリッドが乗ってきたこの空飛ぶバイク。実はこれシリウス・ブラックのもの。ハリーの両親が殺された日、シリウスは嫌な予感を覚え、ハリーの家を見に来ていたのです。しかしそこはすでにヴォルデモートに襲われた後、ハグリッドがダンブルドアの命令でハリーを保護しにやってきたため、シリウスはもう自分には必要ないと言って空飛ぶバイクを譲ります。この辺について詳しくはとても長くなるので、3作目アズカバンの囚人の解説動画で詳しく触れたいと思います。ダーズリー家に預けられるハリー。冒頭、アルバス・ダンブルドアによってダーズリー家の玄関先に預けられることになったハリー。ハリーの両親がヴォルデモート教によって殺害されたため、母親であるリリー・ポッターの姉、ペチュニア・ダーズリーの家庭に預けられることになったのです。しかし、物置小屋しか与えられなかったり、虐待同然の扱いを受けるハリーを見て、魔法界で誰か面倒を見てくれる人はいなかったのと思う人もきっと多いですよね。ハリーを魔法界で育てなかったことには主に2つ理由があります。1つ目は、ヴォルデモートの死の呪いを受けて生き残った有名人のハリーが魔法界で育てば、幼少期からちやほやともてはやされ、傲慢な人間に育つことをダンブルドアが危惧したため、あくまで普通の子として育ってほしかったため、魔法界から離れた場所で生活させるべきと判断したのです。が、一歩間違えれば、虐待によって精神が歪んだ可能性も否めないので、ダンブルドアの判断が正しかったのかは謎です。二つ目の理由については、チャプター後半のダーズリー家に帰らなければいけない理由のところで詳しく解説しています。ちなみに、原作や映画でたびたび問題になるリリーとペチュニアのどっちが姉か問題ですが、原書の中でペチュニアがエルダーと表現されていることから、ペチュニアの方が年長、つまり姉であることが明らかになっています。賢者の石の映画の吹き替えで、ペチュニアがリリーのことを姉さんと表現しているのは間違いです。ホグワーツ入学前のハリーの生活。映画では特に描かれていませんが、ホグワーツ入学前のハリーの生活にも触れておきましょう。11歳から入学できるホグワーツですが、それ以前、ハリーはダドリーと同じ公立の学校に通っています。自分が魔法使いだと知る前から、ハリーの身には不思議な現象がたくさん起きていました。例えば、散髪した後に散髪する前と同じように髪が伸びていたり、ダドリーのお下がりの毛玉だらけのセーターを着せられそうになった時も、セーターが指人形くらいの大きさまで縮んでしまったり、学校でダドリー軍団に追いかけられた時も、気づくと食堂の屋根の煙突の上に腰掛けていたこともありました。その後ダドリーは11歳からスメルティングズ男子校という名門私立の男子校に行くことになっていましたが、ハリーは地元の公立学校であるストーンウォール校に行くことになっており、ペチュニアおばさんがダドリーのお風呂の洋服を灰色に染めている場面が映画でもちょこっと映されています。ちなみにイギリスの学校文化は日本とは違って、11歳まではプライマリースクール、
という日本でいう小学校的な位置づけの学校に通い、11歳からセカンダリースクールという日本でいう中学校的な位置づけの学校に通うことになります。ここまでの課程がイギリスの義務教育課程です。私立のセカンダリースクールの場合は、ホグワーツのように全寮制の学校も珍しくなく、ハウス制度という寮に所属し、クラスではなく寮対抗で競い合うということも一般的なようです。日本ではあまり馴染みがないですが、イギリスでは魔法以外の部分のホグワーツ的な学校生活は割と一般的なのかもしれません。ダーズリー家のご近所さん。ダドリーの誕生日に動物園に行くことになったハリー。映画ではカットされていますが、実は動物園に行く前にも伏線が張られています。ここからは不死鳥の騎士団以降のネタバレも含むので、ネタバレしたくない方はスキップ推奨です。ハリーは普段からたびたびダーズリー家の近所に住むアラベラ・フィックというおばあさんのところに預けられていました。不死鳥の騎士団の時に判明しますが、フィックばあさんはダンブルドアが組織する不死鳥の騎士団の一員で、ダーズリー家に預けられたハリーをマグルの世界で見守る役割を担っていたのです。ちなみにこのフィックばあさんは魔法族から生まれたのに魔法を使うことができないスクイブと呼ばれる存在。実はホグワーツの管理人であるアーガス・フィルチもスクイブです。普段ダーズリー家のお出かけの際、ハリーはフィックばあさんに預けられていましたが、フィックばあさんが足を骨折していて、ハリーのことを預かれなかったため、一緒に動物園に行くことになります。スクイブについてはこちらの動画で詳しく解説しています。動物園とヘビ。ダドリーの誕生日に動物園に行くことになったハリーは、ダドリーに巨大なヘビをけしかけることになります。このヘビの騒動も後々まで続く大きな伏線になっています。ここからは最終章、死の秘宝までの重大なネタバレを含むので、ネタバレしたくない方はスキップ推奨です。2作目の秘密の部屋でヘビ語を話せることが判明したハリー。魔法族であっても基本的にヘビ語は話せず、遺伝によって引き継がれる能力です。ハリーの宿敵であるボルデモートや、ボルデモートの先祖でもあるホグワーツの創設者の一人、サラザール・スリザリンもヘビ語を話すことができました。ハリーにヘビ語を話す能力があるのは、ハリーの両親が殺され、ハリーに死の呪いがかけられた日に、ボルデモートの魂の一部がハリーの中に入り込んでしまったためです。後にボルデモートは分霊箱と呼ばれるものを複数個作成していたことがわかります。分霊箱とは殺人を犯すことによって自分の魂を分裂させ、分裂した魂を他の物体に保管することにより、たとえ肉体が失われても再び復活できるようにするという魔法界でも最大禁忌の闇の魔術です。ボルデモートはハリーに手をかける以前にすでに6つの分霊箱を作成しており、魂は非常に不安定な状態になっていました。さらにリリーがかけた守りの魔法によってハリーに当たるはずだった死の呪いがボルデモート本人に跳ね返り、意図せず魂が分裂してしまったのです。これによりボルデモートの能力だったパーセルマウスをハリーも使えるようになったというわけです。分霊箱について詳しくはこちらの動画でも解説しています。ハリーの元に大量の手紙が届く理由。11歳の誕生日を目前にダーズリー家にはハリー宛ての手紙が大量に届くようになります。これは皆さんご存知の通り、ホグワーツから入学を案内する手紙。ホグワーツへの入学は受け入れ羽ペンと入学名簿と呼ばれる魔法にかけられた羽ペンと名簿によって決まります。これはホグワーツの4人の創設者がいた頃から使われているもので、生まれた時からこの名簿に名前が書かれている者もいて、ハリーもその一人です。受け入れ羽ペンによってこの名簿に名前が記載された人物がホグワーツの入学案内を受け取るまで手紙が届き続けるというわけです。ハグリッドの傘。ハリーの誕生日に嵐の中現れたルビウス・ハグリッド。ハグリッドの杖がピンクの傘になっている理由を皆さんご存知でしょうか？ここからは2作目の秘密の部屋のネタバレも含まれるので、ネタバレしたくない方はスキップ推奨です。秘密の部屋で明らかになりますが、ハグリッドはホグワーツの学生時代、退学処分になっています。退学処分の理由は、ハグリッドが飼育していた大蜘のアラゴグが女子生徒を殺害したという濡れ衣を着せられたため。濡れ衣を着せたのは、当時ホグワーツの監督生だったボルデモート、トム・リドル。殺害された女子生徒はトイレに住み着いている嘆きのマートル、エリザベス・ワレンです。
実際には学生だったヴォルデモートがサラザール・スリザリンが作った秘密の部屋を開いたことで怪物のバジリスクを解き放ち、マートルがその目を見たために死亡してしまいました。しかし、生徒の死亡により学校が閉鎖の危機に追い込まれると、ヴォルデモートはハグリッドに罪を着せ、犯人が捕まったと見せかけることで学校閉鎖の危機を逃れたのです。この時ハグリッドは退学処分になり、ホグワーツ時代に使っていた杖は真っ二つに折られてしまいました。ホグワーツを退学処分になったということは、半人前の魔法使いということ。つまり、他の魔法族の大人のように魔法を使うことはできず、杖を持つことも禁止されています。そのため、ハグリッドは折られてしまった杖を傘としてカムフラージュし、隠れて魔法を使っているのです。秘密の部屋でロンの折れた杖が暴走していたように、ハグリッドの折れた杖も暴走しないことを願います。ちなみにこのシーンで豚の尻尾を生やされてしまったダドリーは、後にロンドンの病院で外科手術を受ける羽目になりました。モレ鍋。ハグリッドと共にホグワーツの学用品の準備をしにダイアゴン横丁に行くことになったハリー。その前に訪れたのがパブモレ鍋です。原作小説では両隣にある本屋とレコード店の間にあり、マグルは全く気がついていないと記載されています。国際機密保持法という魔法についてマグルに知られないようにする法律の制定後は、マグルには見えていても認識できないような隠蔽の呪文がかけられているのです。ちなみに、ホグワーツ魔法魔術学校も同じような隠蔽の呪文がかけられており、マグルがホグワーツの城付近に来たとしても、荒れ果てた廃墟にしか見えません。モレ鍋は宿泊施設としても利用することができ、3作目のアズカバンの囚人の際、ハリーは学校が始まるまでの間、モレ鍋に滞在していました。ハリーが有名人の理由。モレ鍋のシーンでも、ハリー・ポッターが現れると、大人たちみんなが握手を求めたり、ハリーが有名人であることが伺えます。これは、ハリーがヴォルデモートにかけられた死の呪いを跳ね返したため。まず、死の呪いを受けて生き残ること自体が、魔法族では稀有な現象であり、それだけでも有名人になるには十分な要因です。さらに、死の呪いがヴォルデモートに跳ね返ったことで、魔法界全体を恐怖に陥れていた闇の帝王が消え、魔法族たちは連日ハッピーパリピ状態に。そんな経緯もあって、ハリーは魔法界の英雄であり、誰もが知っている超有名人なのです。ダイアゴン横丁。ダイアゴン横丁は、モレ鍋の裏庭を経由して入ることができる魔法界の商店街のようなもの。ダイアゴン横丁で最も古い建物はグリンゴッツ魔法銀行と言われていますが、紀元前382年創業のオリバンダーの店が最も古いとの記録もあります。映画で登場するダイアゴン横丁はすべて実物大の巨大セット。これを映画用に作ったというのですからびっくりですよね。グリンゴッツの金庫。グリンゴッツ魔法銀行を訪れたハリーとハグリッド。ポッター家の金庫は687番金庫。地下奥深くに行けば行くほど重要な名家の金庫になります。ハリーの両親が大金を残していたのは、ハリーの父のジェームズの父。つまり、ハリーの祖父のフリーモント・ポッターが、スリークイージーの直毛薬という髪の毛をまっすぐにする魔法薬品を発明したことで、人財産を築きました。この直毛薬は、炎のゴブレットでダンスパーティーのためにハーマイオニーが使っているシーンが原作小説で描かれています。また、それ以前にも、ポッター家には有名な魔法薬学者がおり、リンフレッド・ポッターという先祖が骨生え薬のスケレグロを発明しています。これは秘密の部屋で腕の骨が折れてしまったハリーが服用した薬です。先祖が築いた莫大な資産のおかげで、不死鳥の騎士団としてヴォルデモートと戦っていたジェームズやリリーは働かずとも生活ができていたのです。グリンゴッツについて詳しくはこちらの動画でも解説しています。ハリーの杖の秘密。杖を買うためにオリバンダーの店を訪れたハリー。そこで運命の一本の杖に出会います。それはヴォルデモートの杖と同じ不死鳥のホークスの尾羽が杖身として使われている兄弟杖と呼ばれる杖。ハリーとヴォルデモートの杖が兄弟杖であることは後々のストーリーに深く関係してくるのでぜひ覚えておいてくださいね。マルフォイとの出会い。映画ではホグワーツで初めて出会うマルフォイとハリーですが、
原作小説ではダイアゴン横丁のマダム・マルキンの洋装店で初めてドラコ・マルフォイと遭遇しています。マルフォイが外で待っていたハグリッドを一種の召使い、野蛮人と罵ったり、マグルーマレに対する差別的な発言をしていたため、ハリーはマルフォイに対して嫌悪感を抱くようになったのです。9と4分の3番線。ロンドンのキングズクロス駅の中にある9と4分の3番線。普通に考えて、こんなに大勢の魔法族が壁と壁の間に走っていっていたら、たくさんのマグルに気づかれそうですよね。魔法省でもきちんと対策はしていて、新学期や夏休みに向けて生徒たちがたくさん帰ってくる日には、魔法省の忘却部隊を待機させ、都合の悪いところを見てしまったマグルに片っ端から忘却術をかけています。マグル生まれがホグワーツに入学できる理由。ハリーの親友の一人になったハーマイオニーは、歯科医のマグルの両親から生まれたにもかかわらず、魔女としてホグワーツに入学することができています。実はこれには、先ほど解説したフィックバーさんと同じようなスクイブの存在が関係しています。もともと魔法族の血を引き継いでいるにもかかわらず、魔法を使うことができないスクイブは、そのままマグルと結婚することも多く、その子孫に学生遺伝的に魔法族の血が現れ、魔法使いや魔女が生まれることがあるのです。つまり、突然変異的というよりは、ハーマイオニーのようなマグル生まれであっても、先祖には魔法族がいるということ。皆さんの先祖にもスクイブがいたら、もしかしたら魔法学校に入学できるかもしれません。ホグワーツへの入学フローについては、こちらの動画でも詳しく解説しています。組み分け帽子と組み分けの秘密。映画の中でもひときわインパクトのあるシーンの一つが、この組み分け帽子のシーンですよね。もともとホグワーツでは、4人の創設者がそれぞれ自分たちで寮にふさわしい生徒を選んでいたのですが、自分たちの死後、適切に組み分けができるようにと、ゴドリック・グリフィンドールが思いついたのが、この組み分け帽子でした。グリフィンドールのものだった帽子に、4人の創設者がそれぞれ魔法をかけ、1000年以上もの間、組み分け帽子として使用されています。この組み分け帽子は話すことができ、さらに会心術という心を読む力にも長けているため、帽子をかぶった人物の希望に応じて組み分けしてくれることもあります。スリザリンに入れば偉大になれると言って、ハリーにスリザリンに入ることを勧めた組み分け帽子でしたが、ハリーがスリザリンは嫌だと願った時、グリフィンドールに振り分けてくれました。組み分け帽子についてはこちらの動画でも詳しく解説しています。ホグワーツの4寮。入学式にそれぞれの寮に組み分けされますが、ここでそれぞれの寮の特徴について解説していきます。まずはスリザリン。スリザリンの寮の特徴としては、狡猾さ、基地に富む才能、やや規則を無視する傾向など。創設者であるサラザール・スリザリンが純血思想を持っており、マグル生まれの魔法族をホグワーツで学ばせるべきではないと考えていたことから、スリザリンにはドラコ・マルフォイやミリセント・ブルストロード、マーカス・フリントなど、聖28一族と呼ばれる純血の家系出身者が多く在籍しています。寮の場所は4寮の中で唯一地下にあり、窓の外は大イカが泳ぐ黒い湖。かなりジメジメして暗そうなので、精神衛生上よろしくなさそうです。続いてはレイブンクロー。知識、知恵、基地を求められる寮で、創設者のロエナ・レイブンクローの髪飾りは、髪に飾れば知恵が増すという伝説もあり、秀才が多い寮でもあります。4つの寮の中で最も高い位置に寮があり、寮に入るためには合言葉ではなく、毎回謎々に答える必要があります。続いてはハッフルパフ。勤勉、忠実、忍耐など人間として大切なものを兼ね備えたハッフルパフですが、一般的にはなぜか劣等生の印象が強いようです。万人を受け入れるとの創設者ヘルガ・ハッフルパフの考えから、あらゆる生徒に平等に学びのチャンスを与え、他の寮の専攻に漏れてしまった生徒も快く受け入れていたようです。寮への入り方は一番独特で、寮の入り口の前に山積みになっている樽の中で正しい樽をヘルガ・ハッフルパフの発音と同じリズムで叩くと入ることができます。最後はハリーたちが所属するグリフィンドール。勇敢さ、騎士道精神、大胆さなどが重んじられており、
これは創設者のゴドリック・グリフィンドールの特質でもあります。寮の入り口には太ったレディという肖像画がいて、合言葉を使うことで中に入ることができます。城のゴーストたち。ほとんど首なしニックのようなゴーストがなぜ普通に話せているのか疑問に感じる人も多いですよね。実は魔法族は死ぬ時にゴーストになるかどうか選ぶことができます。しかしゴーストになるということはその先ずっと劣化版の人生を歩むということ。潔くあの世へ行った方が幸せなのかもしれません。ゴーストについてはこちらの動画でも詳しく解説しています。シーカーへの選抜とニンバス2000。思い出し玉の一件で100年ぶりに1年生シーカーに抜擢されたハリー。実はそれ以前のグリフィンドールのシーカーはロンの家の次男のチャーリー・ウィーズリー。チャーリーが卒業してからグリフィンドールは負け続きだったため、マクゴナガル先生は何としてもチームを優勝に導きたいと躍起になっていました。1年生はほうきを持つこと自体が禁じられているのに、校長に直談判しただけでなく、自腹を切って最新棒機のニンバス2000までプレゼントするのですから、先生のクディッチに対する執念が感じられます。また映画ではハーマイオニーに、あなたのお父さんもシーカーだったと言われ、トロフィールームの盾を見せられていますが、実際にはジェームズはチェイサーで、この演出は映画オリジナル。このシーンの盾の右端を見ると、1971年にマクゴナガルと記載されているのがわかります。マクゴナガル先生もクリッチの選手だったのですが、7年生の時の試合でスリザリンからファールを受け、脳震盪と肋骨骨折というひどい怪我をしたことで、打倒スリザリンを切に願い続けています。ハーマイオニーが嘘をついた理由。トロールに襲われそうになったハーマイオニーを助けに来たハリーとロンですが、ノックアウトして安心したのもつかの間、先生たちに見つかってしまいます。この時、ハーマイオニーは、本で読んだからトロールを倒せると思ったと嘘をつきます。実はこれは3人の関係性の変化をうまく表現しているシーン。というのも、ここでハーマイオニーが正直に話していれば、なぜハロウィンパーティーに出ずに用事のないトイレにいたのかと追及されるはずです。そうすれば、ロンがハーマイオニーの悪口を言ったことを蒸し返すことになります。また、自分がルールを破ったことで、2人が危険を冒して助けに来てくれたということにすれば、この一件の責任はハーマイオニーが全て引き受けることになり、結果的にハリーとロンを助ける形になります。ハーマイオニーが自分がルールを破ったと言って罪をかぶったことで、ハリーとロンと仲間になりたいという意思表示をすることができ、さらにルールや校則を守ることよりも目の前の友達を守ることを優先したことで、ハーマイオニーの心の成長も一緒に描かれている秀逸なシーンの一つです。クディッチのルール。ホグワーツといえばクディッチですが、初見でクディッチを見た方は、シーカー以外いる意味あるのと思う方も多いですよね。ですが、実際はシーカー以外の選手ももちろん大事な存在。シーカーの役割はあくまで、スニッチを獲得したら150点を獲得。そして、その時点で試合が終了します。つまり、シーカーがスニッチを獲得したとしても、その時点で相手チームに150点以上の点差をつけられている場合は、スニッチを取った瞬間に負けが確定してしまいます。そうならないために、チェイサーはゴールにクアッフルを入れて得点を稼ぎ、キーパーは点を入れられないようにゴールを守ります。また、ピーターはいろいろな方向から飛んでくるブラッチャーを打ち返し、他の選手を守る役割を担っています。クディッチについてはこちらの動画でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。クリスマスに届いた透明マント。クリスマスの朝、ハリーにプレゼントが届きます。届いたのは透明マント。送り主はわかりませんでしたが、原作小説には細長い文字と書かれているので、筆跡からダンブルドアが送ったものであることがわかります。ダンブルドアはハリーの父親であるジェームズが亡くなる直前、透明マントを借りていました。マントを返さないままジェームズが亡くなってしまったので、ハリーがホグワーツに入学するまでマントを預かっていたのです。ハリーが持っている透明マントは本物の透明マントですが、デミガイズという魔法生物の毛を使って編まれた模造品も売られています。デミガイズは全身を透明にして隠れる能力があるため、その性質が利用されていますが、経年劣化とともに透明マントとしての機能を果たさなくなってしまいます。透明マントについてはこちらの動画で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
溝の鏡。賢者の石について調べるために禁書の棚を調べるハリー。そこでフィルチに見つかりそうになり、隠れた部屋にあったのが溝の鏡です。溝の鏡は逆から読むと望み鏡。英語ではミラー・オブ・エリスド。エリスドを逆から読むとデザイア、つまり望みという意味になります。名前の通り、ハリーが鏡を覗くと、両親や家族に囲まれるハリーの姿が映し出されます。物心つく前に両親を亡くしたハリーにとって、両親や家族と過ごすことは何よりの憧れだったのでしょう。一方、ロンが鏡を覗くと、ホグワーツで優秀な成績を収め、クリッチのキャプテンをしている姿が映し出されます。これは大勢の優秀で個性的な兄弟たちに囲まれたロンが、兄弟の中でも優秀で目立った存在になりたいという願望の表れ。ダンブルドアはこの鏡について、世界一幸せな人が鏡を見れば、ありのままの自分の姿が映し出されると発言しています。ドラゴンのノーバート。ハグリッドが卵からドラゴンを孵化させるこのシーン。孵化したドラゴンはノルウェーリッチバックという種類でノーバートと名付けます。ハグリッドは昔からドラゴンを飼うことを夢見ていましたが、許可なくドラゴンを飼育することは魔法界の法律で禁止されており、なおかつホグワーツの城の一角にあるハグリッドの小さな家で育てられるはずもありません。また、孵化したドラゴンをマルフォイに見られてしまったため、ハリーたちはロンの兄でルーマニアにいるチャーリーにドラゴンを託そうということになります。原作小説では、ロンがドラゴンに噛まれて医務室に入院することになったため、ハリーとハーマイオニーが天文台の塔のてっぺんまでノーバートを連れて行くシーンも描かれています。ちなみにこのノーバート、最初はオスだと思っていましたが、炎のゴブレットの際にホグワーツに来ていたチャーリーの発言からメスだったことが判明しています。魔法界のドラゴンについてはこちらの動画でも詳しく解説しています。禁じられた森にいた黒い影。映画でハリーとマルフォイが罰則を受けるこのシーン。禁じられた森の中でハリーは黒いフードを着た人物を見つけます。この人物は闇の魔術の防衛術の教師であるグイリナス・クリル。ヴォルデモートはキュレルの体に取り付き、ユニコーンの血を飲むことによって弱っていた魂を強化していたのです。しかし、ハリーを森で助けてくれたケンタウルスのフィレンツェの言う通り、ユニコーンの血を飲んだ者は永遠に呪われる運命にあります。ちなみにこの時登場したケンタウルスという生物について簡単に説明しておきましょう。ケンタウルスは人同様に知能の高い生き物で、魔法生物の中では珍しく、人族ともコミュニケーションを取ることができ、魔法の癒しや占い、要求、天文学と独自の学問まで発達させています。大抵の場合は自分たちの社会を作り上げ、群れで暮らしていて、ホグワーツの禁じられた森も彼らの生息地の一つです。ケンタウルスについてはこちらの動画で詳しく解説しています。魔法のトラップ。賢者の石といえば、石がある部屋まで数々のトラップを乗り越えるのが名シーンの一つ。映画では描かれていないものも含めて、それぞれの仕掛けについて解説します。まず一つ目は、ハグリッドが準備した3頭犬のフラッフィー。パブで出会ったギリシャ人から買ったというこの犬たちは、賢者の石が隠されている部屋の入り口の羽戸を守っています。しかし、唯一の弱点は、音楽を聴くと眠り込んでしまうこと。先に突破していたクレルはハープで、原作小説でハリーはハグリッド手作りの横笛を使ってフラッフィーを突破しています。二つ目は薬草学のポモーナ・スプラウト先生による悪魔の罠。悪魔の罠は暗闇と湿気を好む魔法植物で、人間を含め生き物に巻きついて相手を絞め殺す性質を持ちます。映画ではハーマイオニーが起点を利かせ、ルーモス・ソレムを使って撃退していますが、原作小説ではハリーの冷静な判断により火を使って突破しています。3つ目は呪文学のフィリウス・フリットウィック先生による空飛ぶ鍵。仕掛けはシンプルで、ほうきに乗って正解の鍵を捕まえれば突破可能です。4つ目は変身術のミネルヴァ・マクゴナガル先生による魔法使いのチェス。映画でもかなり印象的なこのシーン。巨大なチェス駒が動くように呪文をかけられているため、実際にチェスの試合に勝つしか突破方法はありません。5つ目は闇の魔術に対する防衛術のクイリナス・キュレルによる門番トロール。こちらは映画ではカットされています。
原作小説ではすでにクレルがトロールをノックアウトした後だったため、ハリーたちは特に何もせず次の部屋へと進みます。6つ目は魔法薬学のセブルス・スネイプによる魔法薬パズル。こちらも残念ながら映画ではカットされてしまいました。テーブルの上に形の違う7つの瓶が並べられており、その中から安全に進ませてくれる薬を飲むことで次の部屋に進むことができる仕掛けです。原作小説ではハリーたちが入ってきた方のドアでは紫の炎が、石に向かうドアには黒い炎が燃え上がります。つまり頭を働かせてこのパズルを解かなければ前はもちろん後ろにも戻れないということです。ハーマイオニーは持ち前の論理的思考を駆使して考え、2つの瓶を突き止めます。それぞれ薬を飲み、ハーマイオニーはロン救出とダンブルドアへの連絡のため元来た道へ。ハリーは石を守るために前進することができました。7つ目は校長であるダンブルドアによる味噌の鏡です。ここまで6つの障害物を突破したクレルでしたが、ダンブルドアが仕掛けた味噌の鏡の前では歯が立たず、賢者の石を見つけることはできませんでした。ハリーが賢者の石を手に入れた理由。クレルと後頭部に取り付いたボルデモートも手に入れることができなかった賢者の石をハリーはなぜ手に入れることができたのか。それは味噌の鏡の性質に秘密があります。先ほど解説した通り、味噌の鏡はその鏡を見た人の本当の望みを映し出すもの。この時ハリーは賢者の石を使いたいのではなく、ただ見つけたいと望んでいました。それはボルデモートから石を守るためであって自分が使うわけではありません。ダンブルドア自身もその後、あの鏡から石を取り出せるものは石を使いたいものではなく単に石を求めるものだと話しています。クレルとボルデモートの関係。そもそもなぜクレルとボルデモートが出会うことになったのか。映画では詳しく説明されていません。クレルはもともとホグワーツのレイブンクロー寮の出身で、ハグリッドもクレルのことを秀才と言っており、レイブンクロー生らしい頭脳明晰な人物だったようです。しかし、神経質な性格やおどおどした態度から学生時代にからかわれ、いじめの対象になることも。そんな経験からみんなから一目置かれたい、世の中をあっと言わせてみたいという野望を持ち、闇の魔術への関心を募らせるようになります。もともとホグワーツのマグル学の教授だったクレルは、闇の魔術に対する防衛術を担当する前の1年間、世界旅行という名目で休暇を取得。しかし実際は、ボルデモートの慣れの果てを探し出そうと目論んでいました。クレルは学生時代にからかわれていた経験から、ボルデモートから能力を学べば、もう二度と笑い物にならずに済むという浅はかな考えを抱いてしまったのです。そしてクレルはアルバニアの森で念願のボルデモートを見つけます。見つけたとはいえ、この時ボルデモートは肉体を失っていたため、どんな姿だったのかはわかりません。ボルデモートはクレルがホグワーツの教員であると知ると、すぐさまクレルに取り付きます。こうして後頭部にボルデモートを飼うことになったクレルは、ボルデモートの肉体復活のために賢者の石を盗もうと画策。ハロウィンの日に城にトロールを入れたり、クリッチの試合中にハリーに呪いをかけるなど、ホグワーツで様々な騒動を起こしていたのです。クレルが灰になって死んだ理由。最後、ハリーから賢者の石を奪おうとした際、ハリーが触れたところがみるみる灰になり、クレルは死んでしまいます。原作では灰になったのではなく焼けただれたと記載されています。ハリーには母親のリリーがかけた守りの魔法の効力が生きているため、ハリーの命を奪おうとしたボルデモートが指一本触れられないようにその血によって守られています。ボルデモートがクレルに取り付いていたため、ハリーに触れたクレルも守りの魔法の効力によって焼けただれてしまったというわけ。ちなみに映画では冒頭の漏れダメのシーンでハリーとの握手をためらっていたクレルでしたが、原作小説では握手するシーンがあります。この時はまだボルデモートが完全にクレルに取り付く前だったため、ハリーに触れても問題がなかったのです。しかし、小説の中でも言及されている通り、グリンゴッツで賢者の石を盗むことに失敗した後、主人がもっと私を厳しく監視するようになったとクレルが発言していることから、その後にクレルに完全に取り付いたと考えるのが自然です。さらに作者のローリングさんは、クレルはこの時、ボルデモートの分霊箱の一つになっていたとも話しています。クレルについて詳しくはこちらの動画でも解説しています。ニコラス・フラメルと賢者の石のその後。
賢者の石の所有者であるニコラス・フラメルですが、ダンブルドアとの話し合いの末、悪者の手に石が渡らないように石を破壊することを決めます。それまでフラメルとその妻は賢者の石から作られる命の水を飲むことによって少なくとも665歳を超えるとんでもない長寿を叶えていたわけですが、賢者の石を破壊すれば水が作れなくなるため自然になくなってしまいます。このニコラス・フラメルはハリー・ポッターシリーズの60年以上前の時代を描いたファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生にも登場しています。両対抗杯の不公平感。映画の最後に両対抗杯で優勝したスリザリンがダンブルドアの鶴の一声でグリフィンドールに優勝の座を奪われるというスリザリンかわいそうムーブが起きるこのシーン。しかし原作小説を読んでいると一概にスリザリンがかわいそうとも言えません。というのもスリザリンの領官であるセブルス・スネイプが普段から理不尽な理由でグリフィンドールやおそらく他の寮からも減点を繰り返しているため、そもそもその時点でポイント制度が公平ではないからです。例えば図書館の本を読んでいたハリーに対し、図書館の本を持ち出してはいけないというでっち上げの規則を作り出して減点したり、クディッチの試合中、ジョージがスネイプの方にブラッチャーを打ったという言いがかりをつけたりなど、明らかにグリフィンドールに敵意を向けて何かにつけて減点しています。そのため原作小説を読んでいると、スリザリンがかわいそうとは一概に言えないのですが、さすがに優勝が決定した後に覆すタイミングは最悪だなと思います。ダーズリー家に帰らなければいけない理由。最後、ハリーたちは夏休みを過ごすため、それぞれの自宅に帰ることになります。ハリーは再び悪夢のようなダーズリー家に帰らなければいけない羽目に。実は毎年ダーズリー家に帰ることにはある理由があったのです。ここからは不死鳥の騎士団以降のネタバレも含まれるので、ネタバレしたくない方はスキップ推奨です。ハリーが毎年ダーズリー家に帰らなければいけない理由には、ハリーにかけられた守りの魔法が関係しています。古くから伝わる愛の魔法とも言われるこの魔法は、母親のリリーが殺害される直前にハリーにかけられたもので、命がけで大切な人を守った時に発動するとされています。この魔法によって、ハリーの宿敵となったボルデモートは、ハリーに指一本触れることができないようになりました。さらに、ダンブルドアはこの守りの魔法を強化するため、ハリーに保護の呪文をかけます。これは守りの魔法をかけたリリーの血縁であるペチュニアと暮らせば、ハリーの居場所が敵に見つからないという魔法です。この魔法のおかげで、ハリーは赤ちゃんの頃からボルデモートの配下に見つかることなく安全に暮らすことができていたのです。ただしこの保護の呪文には条件があり、ハリーが17歳の誕生日を迎えるまで、つまり魔法界の成人年齢を迎えるまでという期限付きであること。また、ダーズリー家を我が家と呼べる状態にすることが必要でした。そのため年に一度、ハリーはマグルの世界の自分の家としてダーズリー家に帰る必要があったのです。守りの魔法について詳しくはこちらの動画で解説しています。賢者の石で重要なファクター。一作目の賢者の石で特に押さえておきたい重要なファクターは、ハリーの選択です。例えば、組み分け防止にスリザリンに入ることを勧められても、スリザリンは嫌だという意思表示をしたこと。そして、ロンとハーマイオニーという友達を自ら選び、共に過ごしたこと。最後は、賢者の石を使うことは選ばず、ただ見つけて守りたいと願い、実際に石を守り抜いたこと。どんな運命かではなく、その人自身が何を選ぶかというのは、ハリーポッターの最終章まで続く大きなテーマの一つにもなっているので、その点を踏まえて自作以降も鑑賞すると、きっと新たな発見がありますよ。次作、秘密の部屋の見どころ。一作目の賢者の石は魔法学校と魔法の世界を紹介する役割を担う作品ですが、次作秘密の部屋では一気に物語がダークな方向へ。ホグワーツが閉鎖の危機に陥る重大な事件が発生します。次回作のポイントは、ハリーとボルデモートのつながりと共通点、そして魔法界の差別問題が大きなテーマになっています。一作目では描かれなかった魔法界やホグワーツのディープな部分にまで踏み込んだ作品になっているので、さらに見応えがありますよ。というわけで今回は、ハリーポッターと賢者の石のディープな解説をしてみました。皆さんの感想や質問などもコメント欄で教えてくださいね。次回、秘密の部屋の解説動画も投稿予定なので、ぜひお楽しみに。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよならー。